これオリーブオイルを入れると辛さがマイルドになります。今ここに入れてあげることによって辛みが飛んで風味が残ります。皆さんこんにちは。京都の祇園でリストランテキメラをしてます筒井と申します。今日は、パスタを3種類ご紹介しようと思います。こちら冷蔵庫に皆さんちょっとずつ残ってるかもわからないんですけど、白味噌、塩辛、わさび、これを使ったパスタをご紹介しようと思いますので、ぜひ見てください。今回はわさびとサバ缶のティエピドフェデリーニ作ります。材料こちらです。今日フェデリーニです。1.4 ミリですが 1.6 ミリぐらいでも結構です。ちょっと細めの方が相性がいいと思います。で、わさび、生わさび今日使います。で、サバ缶とブロッコリー、ちょっとシソを用意してます。材料以上です。まずブロッコリー、この軸をちょっと半分ぐらいに切ってもらって刻んでもらったらやりやすいです。大きいブロッコリーでしたら、だいたい小さい株を2つぐらい刻んでいただいたらいいと思います。この少し軸も入れてあげる方が食感になっていいです。じゃあ続いてサバの水煮缶です。これは少し大きめに切っておいてもらっても崩れますんで、もう切ってるだけでも崩れます。もうこれぐらいでいいです。じゃあ続いてわさびですね。ちょっと周りの硬いところを皮と一緒に少し剥いていただいて、最近スーパーでわさびよく売ってます。太いものでしたら、3人前ぐらいは十分作れると思います。でどうしても生のわさびがなければチューブのものでも構いません。でもチューブのものだと、辛みが結構ダイレクトにきて強いと思うので、分量だけ少し減らしてもらう必要があると思います。今日は生わさびにしてます。生わさびが少しだけ余ってて使い道がなければ2つチューブのものと混ぜてもらってもいいです。こしていきます。このわさびは辛みのこのカプセルのようなものがわさびの中にいますんで、そのカプセルを割ってやると辛くなります。ですんでできるだけ何回も吸っていただいて回数をかけてあげる方が辛さと風味がよく出ます。ですんであまり力を入れずに少し当てるような感じで何回も吸ってもらう方がより効果が出ます。まだするのかって思ってるかもわかんないですが、もう少しいきます。これぐらいの量です。ちょっと罰ゲームのような量です。でも大丈夫です。でここにまず水煮缶のこのサバの水煮の汁を入れてください。でそこにオリーブオイルで混ぜます。これオリーブオイルを入れると辛さがマイルドになります。
他のオイルでも構いませんが、こう辛さを覆ってくれるのでマイルドになります。でここで今からパスタを茹でるんですが、パスタの茹で汁も入れておきます。ソースはこれで完成です。じゃあパスタを茹でていきましょう。で今回のパスタですが、最初に刻んだブロッコリーを入れますんで、茹で上がる30秒ぐらい前にブロッコリーを入れます。ですので30秒前になったらここに同じお湯にブロッコリー入れてもらったら結構です。ちょっと30秒前ぐらいになりましたんで、ブロッコリーここに入れます。じゃあそろそろパスタもブロッコリーも茹で上がりましたんで和えます。じゃあ始めて、この時点では辛いです。これをそのまま入れてください。でわさびは、わさびの大敵って言いますか、わさびの辛さって熱に弱いんですね。ですのでこの熱々のものを今ここに入れてあげることによって辛みが飛んで風味が残ります。で最初にティエピドパスタ、ティエピドフェデリーニって言ったんですけど、イタリアの生温かいっていうパスタがありまして、これはもうこの後温めません。ツンとはくるんですが、あれだけの量を入れてもらっても全然辛くないです。香りがいいです。で最後に水煮缶を入れていただいたらさっと和えます。で結構水分吸いますんで、仕上げにもし欲しい方はエクストラバージンで、少し水分が足りないかなと思う方はもう少し茹で汁入れてもらってもいいです。この辺は微調整してもらったらいいと思います。それで持っていきます。今日はちょっとしその芽を散らしておきます。何かこの香りのものを散らしてもらえるとよりいいです。はい、完成です。辛いですよ。いや、食べてみてください。香りいいでしょう。どうですか。いい具合で残ってるでしょう。風味はしっかりあるけど、この辛さは結構マイルドになってて、このソースになってるっていう感じです。ありがとうございます。